こんにちは、さきです。今日は11時に起きました。早起きできませんでした。アマプラを見ています。パソコンで見ています。アマプラを見てる時間がマジで大好きです。今日は久しぶりにダイソーに行くのでめっちゃ楽しみです。今日の天気は晴れです。いい天気です。最近ずっと曇りだったので嬉しいです。ダイソーに来ました。ヘアクリップが壊れたので新しいのを買いに来ました。蝶々の形。これは色が少し透けています。珍しいデザインです。可愛すぎる。何を買おうか迷ったけどこれにしました。スーパーに行きます。皆さん、この食べ物は何だと思いますか？答えはカニカマです。カニのような味がしてサラダの上に乗せて食べると美味しいです。魚を使った加工食品です。日本で人気の食材です。今日の買い物の合計は800円でした。どうやってお金を出せばいいでしょうか？500円玉が1つと100円玉が3つです。夜ご飯を食べます。じゃーん、今日は牛丼です。実は昨日これを食べたばっかなんだけど今日も食べます。吉野家が作ったレンチンするだけで食べれるパックです。ボタンを押します。お皿が回っています。ベーコンを焼きます。卵を割ります。卵一つだけで卵焼きを作ります。ベーコンを入れて巻きます。豆乳を飲みます。うまっ。豆乳を久しぶりに飲んだのでめっちゃうまく感じます。皆さんは牛丼を食べたことはありますか？日本で牛丼屋に行ったことはありますか？私は一人ご飯に行ったことが結構あるんですけど、特に牛丼屋は一人でも気軽に食べに行けます。一人用の椅子がたくさんあります。私は牛丼屋とか回転寿司とかカフェとかにも行きました。でも回転寿司はちょっと緊張しました。あと最近怖いことがありました。この前歯医者に行った時の話なんですけど、歯医者が終わった後、外がめっちゃ暗かったんです。5時なのに真夜中みたいでした。ありえないくらいの速さで道を走りました。怖い時っていつもより速く走れるよね。今何時ですか？答えてみてください。今は10時52分です。動画の最後にもう一回聞くので
覚えておいてください。お風呂から上がりました。スキンケアをします。パックをします。皆さん、この日本語は知ってますか？大容量は通常よりも多くの量が入っていることを意味します。このパックは中にシートが28枚も入っていて、長い期間使うことができます。ぜひ覚えてみてください。ちなみにこれはメラノ CC のパックで有名なものです。お風呂上がりにカルピスを飲みます。カルピスは日本で長年愛されている飲み物です。甘酸っぱい味がします。私が小さい頃から売っていて、その時からよく飲んでました。今週だけでなぜか3本も飲みました。靴下のタグを切ります。ハサミを使って切ります。キラキラしててめっちゃかわいい。靴下を履きます。かわいい。漢字を書きます。今日は夢を書きます。夢を見るとか夢を叶えたいっていう例文があります。夢はかっこいい漢字ですよね。一文字だけなのにかっこいいです。皆さんの叶えたい夢は何ですか？それか好きな漢字は何ですか？コメントに書いてみてください。ここまで見てくれた勉強熱心な皆さん、最後に日常生活で便利な日本語週1を紹介します。もしこれを覚えていれば、周りの友達より日本語が何倍も上達します。今年から運動を週1で頑張りたいです。仕事の時は週に1度とか週1回って言った方がいいけど、友達と話す時は週1を使うとネイティブに近づきます。めっちゃ便利な日本語です。週3でバイトをしてるとか、週1で部屋の掃除をしてるとか、ぜひこの日本語を使ってみてください。はい、今は何時ですか？この動画で基本的な日本語からリアルな日本語まで学びましたね。でもまだ学んでないものがあります。1個、1本、1枚など、ものを数える時の日本語です。日常的に使うし、覚えることはめっちゃ大切です。この動画の最初で説明してます。バイバイ。